世界遺産バゲルハットのモスク都市へバングラデシュ横断の旅。おはようございます。バングラデシュ横断中の無職夏人です。今日はクルナ近郊にある世界遺産バゲルハットのモスク都市へ向かいます。まずは朝飯。適当なティースタンドで菓子パン2つとチャイをいただきます。菓子パンは甘めでスポンジケーキみたい。美味しいけど甘いもの2つは選択ミスだったかもしれない。さて、世界遺産へ向かおう。クルナからはバスで行けるのですが、バス乗り場は対岸にあるため、力車と渡し船を乗り継いでいく必要があります。渡し船の出る港はルプシャという名前らしい。通りがかる乗り合い力車に行き先を伝えて乗せてもらいます。ルプシャの港に到着。この辺りはオートリキシャとバスが雑多に並んでおり、さらに進むと市場があります。この辺は果物が多くて美味しそう。入場料を払って港に入ります。相変わらず人口密度が高い。これがクルナの渡し船らしい。どうやら船なのに立ち乗りらしい。めっちゃ詰め込むじゃん。ちょっと波が高くなったら落ちそうで怖いかも。入場料と船代は別らしく、船に乗ってから料金回収が来ました。対岸に到着。港を出たらすぐ目の前にバスターミナル。今回の目的地はバゲルハットという町の手前にあるため、バゲルハット行きのバスを探して乗り込みます。乗り込んだら運転手に写真を見せて、ここで降ろしてくれと伝えました。承諾してくれたのでこれで安心。相変わらずプープーうるさいバスですが、もう慣れました。これが南アジアです。ちゃんと目的地で止めてくれました。感謝します。外国人料金でチケットを購入し、中に入ります。中は公園みたいな感じやね。このモスクが世界遺産バゲルハットのモスク都市の中心となるシャイトゴンブスモスクです。1459年に建造されたレンガ造りのモスクで、名称のシャイトゴンブスはベンガル語で60のドームを意味しますが、実際にはドームの数は81個となっています。モスク内には60の石柱があり、もともとは60の柱のモスクと呼ばれていたのではないかという説もあるようです。中にはカーペットが敷いてあり、世界遺産でありながら現役のモスクとしても利用されていそうですね。服装に関する注意書きもあります。斜めから見るとこんな感じ。派手さはありませんが歴史を感じる良い造形ですね。四隅のドームにはスピーカーがあり、ここからアザーンが再生されるのでしょう。ちょうどアザーンが流れてきました。礼拝の時間でしょうか。併設の博物館にも入ってみよう。展示物は建築当時の調度品とか、この辺で出土した焼き物とか。大きくはないけど外が暑いので涼むついでに入るのも良いかも。モスクの周りには子供向けの遊具もあって、マジで公園感すごい。多分現地人なら格安で入れるんだろうね。さて、シャイトゴンブスはこのぐらいかな。世界遺産はモスク都市となっているように、他にもモスクはあります。全部は無理ですが、近場を少し回ってみます。道の向かいにあった小さなモスク。これも古そうな見た目です。中も撮影しようとしたらお祈り中だったので省略。さっきから牛の鳴き声がうるさいなと思ったらこんなところに。どっか痛いんか。さて、そろそろ昼飯でも食べようかな。このモスクは観光名所だけあってレストランもいくつかあります。ここに入ってみましょう。うまいね。カレースープはないけどチキン自体の味が濃いためご飯が進む。値段にちょっとびっくりしたけど、どうやら高い方の肉を選んでたみたい。まあそれでも安い。腹も膨れたので少し周囲を歩いています。まずは地図を見て気になったゴラディギという長方形の池に来ました。直線になってるので人工的に作られたため池かな。こういう長方形の池はアンコールワットなどにも見られるので、
遺跡って感じしますね。雨が強くなってきた。これがバングラデシュの雨季か。傘さしててもびしょ濡れです。牛はこの雨どういう気分なんだろうね。地元民と一緒に雨宿り。バイクは雨大変だよね。わかるよ。でもその傘私のなんだよね。まあいいけど気をつけてね。雨弱まったのでまた歩きます。道なりに進んでたらモスクがあるという看板があったので行ってみます。ジャパン。レンガ造りの道に轍ができてる。土の上にそのまま置いてるのかな。この辺の鶏は放し飼いらしい。アヒルもうろついてます。動物の鳴き声や水の音、草木が風に揺れる音が聞こえる大変のどかな場所。街中の喧騒とはかけ離れた世界。遠くにはモスクもあり、いかにも南アジアの田舎の風景といった趣。とても良い雰囲気で落ち着きます。鳥を撮影してたら近所の方からキュウリをいただいた。みずみずしいね。味噌誰につけたいやつ。取れたての野菜を食べるなんて小学生以来かも。感謝します。目的地のモスクに近づきます。こちらもレンガ造りで、中を覗くと時計なども置いてあって現役で使われてそうです。来た道を戻ってさらに道なりに進むと別のモスクも。こちらは木々に囲まれており遺跡感ありますね。さて幹線道路に戻ってきたので帰ります。バスが良かったのですが乗り合い力車がいたのでこちらに乗ります。人だけでなく荷物も満載。たくさん積んでるからか速度も控えめだけど安全第一やね。OK、どんなバス？片張という町でバスに乗り換え。OK、どんなバス？これで渡し船のあるルクショの港へ戻ります。料金は20タカなんだけど隣の2機がお前は客だと言って払ってくれた。ドンノバート。渡し船に乗る前に川の様子でも見るかと川辺に近づいたら地元民に絡まれ写真を撮ることに。フレンドリーやね。さて船に乗ります。桟橋に出ると客引きから50タカで俺の船に乗らないかと言われたけど断りました。どこに連れてかれるんやろな。相変わらず満員立ち乗りでちょっと怖い。元の場所に戻ってきました。あとは帰るだけですがインドへ戻るための交通手段を確認しておくために鉄道駅へ向かいます。到着。バングラデシュとインドは国際便も運航しているようですが今回はこの駅からインド国境の町へ向かい徒歩で国境を越える予定です。時刻表はベンガル語のみでしたが Google 翻訳アプリを使えば問題なし。国境の町ベナポール行きは朝6時15分発のみなので早起きしないとダメそうですね。時間を確認したので宿に戻りましょう。ビデオ OK？ 駅の駐車場ではクリケットをやってる若者がいました。インドやマレーシアでもそうですがクリケットを見ると大英帝国を感じますね。ストリートアートやってる方たちもいます。途中に屋台街がありましたがまだ早いのかあまり店が開いてませんね。こちらのお店で夕飯をいただきます。ビリヤニやらしい。大きなチキンにゆで卵付き。味はややあっさりしてます。ビリヤニは店によって味の違いが大きい料理ですがこちらのものも美味しいですね。もじゃごちそうさまでした。さて帰って寝ましょう。おもてなしの心がたくさんある良い旅でした。私も見習いたいところです。次はいよいよインドに戻ります。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは海外一人旅中の様子を公開しています。いいねやチャンネル登録、フォローしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。